はい、どうもこんにちは。たかしでございます。本日もゆるゆるとカメラについてのお話をやっていければなと思っております。このチャンネルではカメラ楽しいをコンセプトにした様々な動画をお出しております。ぜひ初めての方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、今回なんですけれども、ニコンさんにお借りすることができましたある商品をご紹介していきたいと思います。じゃーんということでね、この標準ズームぐらいの大きさのレンズは何かと申しますと、Z70-180mm f2.8 のレンズとなります。見てください。ちっちゃいでしょう。こんな感じで前に持ってきましたけれども、ズームが伸びるタイプのレンズとなっております。フードをつけるとこんな感じとなっておりまして、どうでしょうね。それでもやっぱり縮めた時はちっちゃいかなっていう印象が強いと思います。で、見てください。マウント系に関してはめちゃめちゃ小さいです。コンパクトっていう感じですよね。で、機構としてはここに、ズームのリングがついているのと、ここにロックスイッチがついています。で、ここにリングが1個ついているという感じになっております。で、ちょっと今気づいたと思うんですけど、ロックスイッチがね、これオレンジなんですよね。なんかちょっと絶妙かなっていう感じはするんで、これ赤とかが良かったな。でですね、こちらのレンズなんですけれども、どういう特性があるかと言いますと、よく言われる大三元の望遠ズーム、70-200mm から望遠側の 20mm を削ることによるメリットはこれですよっていうのを打ち出してくれているレンズにもなります。どういうことかと言いますと、軽いです。こちらがね、大三元の望遠ズームとなるわけなんですけれども、重さに関して言うと約半分です。そして大きさで言うと3分の2ぐらい。そして価格についても約半分ということで、この 20mm を削りつつ F2.8 を維持しながら提示できる条件は軽くて小さくて、そして安いことなんですよね。そういった意味もあって、この S ラインがついていない F2.8 シリーズを僕は新小三元と呼んでいるんですけれども、僕は小三元の新しい形としてね、一つありなんじゃないかなというふうに思っております。で、今回なんですけれども、大三元せっかくあるんで、この小三元とね、画質の比較をやっていきたいかなと思っております。この価格半分のレンズがどれぐらいの写りをするのか、非常に楽しみじゃないでしょうかね。というわけでやっていきたいと思います。はい、というわけでね、こんな感じで、まずは人物描写から撮っていきたいと思います。人物描写については色合いとかそういう癖みたいなものを見たいので、70mm だけで撮りたいかなと思っております。じゃあやっていきましょう。こんな感じかな。で、これね、LAN ケーブルで接続してテザー撮影してます。なんでここでシャッター切れるんですよね。はい、というわけで撮影をしてみました。70-200mm f2.8S のレンズだとこんな感じ。そしてもう1本のレンズ 70-180mm だとこんな感じでございます。これだとちょっと分かりづらいので、横に並べて比べてみるとこんな感じでございます。いかがでしょうね。ちょっと色合い違うかなっていうのと、黒がちょっと濃いっていう意味で、若干の調整がなされているなっていう感じがなんとなくあります。ただこれ自分で撮っているので、正確な検証とかではないかなと思うので、参考程度に見ていただければなというところで次に行きましょう。はい、というわけでね、次は何をしたいかと言いますと、このね、鳥ちゃんを撮影して後ろの背景をぼかしたらどんな感じにぼけるのかっていうので比較をしたいと思います。同じぐらいの距離から撮るっていう感じなんで、マックスのボケではないのかなというところで思っておいていただければと思います。で、撮影の設定的にはこんな感じで撮ります。で、一応ね、先ほどの人物描写もそうなんですけれども、ケルビン固定で撮っていますので、そういった部分の描写の差はなくなると思っていただければなと思います。というわけでやっていきたいと思います。で、一応ね、撮ってみたんですけれども、どうでしょうね。難しいな。なんとなく輪郭が強く出ているのが 70-200mm の方かなと。で、70-180mm の方がボケがふんわりしてる感はなんとなくあるような気がします。そして開放の玉ボケもちょっとだけ比べてみたんですけれども、
違いとしては輪郭面がキリッとするのが 70-180mm の方でした。どちらが綺麗というのはなんか難しいんですけれども、どっちもね使い分けることができるぐらい表情に差があったかなと思います。 70-180mm F2.8 のすごいのはこれです。これわかりますかね。この最短撮影距離です。見て、これでピント合ってるんですよ。すごいよね。ちなみに 70-200mm はこのぐらいのね最短撮影距離となっているんで、だいぶ差がありますよね。はい、次はオートフォーカスを比べていきたいと思っています。マニュアルリングでピントを一番奥に送ります。で、ここからピントが合うまでの時間を比べたいと思います。まずは 70-180mm いきます。せーの。そして次は 70-200mm の方です。こんな感じ。スピードは明らかに違いますね。はい、そして次は解像度比較ということでね、シャープネスを見るという企画でございます。今回も取って出しの比較ということで、こんな形でね、僕の大好きなマクロスのフィギュアを取っていきたいと思います。で、一応比べる方法としては、中央、そして周辺に行った時にどうなるかっていうのを、70と 180mm でそれぞれ比べてみたいと思います。で、この距離感に関しては、70-200mm の最短撮影距離近辺で撮っていきたいと思っております。こんな感じで写真をお流していきたいと思うんですけれども、僕なりに見えた結論はと言いますと、基本的に価格が倍ぐらい違うレンズなんですよね。なので当然シャープネス違うじゃんっていうのはあるんですけれども、その中でも一番気になるポイントというのは 70-180mm の周辺のワイド側 70mm の時の画質っていうのがあんまりねうまく出ないんですけれども、それ以外は非常に素晴らしいんじゃないのかなと思いましたね。倍ある価格差のレンズとは思えないですし、そもそも 70-200mm のレンズってめちゃめちゃいいレンズということで評判のレンズだと思うんですよ。価格差がここまでありながらそこまでね迫れたっていうのが、僕はすごいなと思いました。ただ 70mm のね周辺のシャープネスだけはねちょっとよろしくないかなと思うので、この辺だけうまく外して使う必要があるかもしれないですね。はい、で今シャープネスを見てみたんですけれども、明らかにシャープネスに関しては第3元の方のレンズの方が強いですね。今回の Z70-180mm に関してはちょっとソフトめの描写になると思います。特に周辺に関してはあまり強くはないんですけれども、使ってみた感じだとやっぱり重さが全然違うんで、取り回し的には間違いなく Z70-180mm の方が簡単ですし、あとやっぱりね最短撮影距離が近いっていうのがめちゃめちゃ便利なんじゃないのかなと。はっきり違うぐらい違うんで、いやこれはもう用途を分けた形で、もうカリカリのシャープネスが欲しい人は第3元、そして普段使いとかね近いものとか手軽に撮りたいとか軽く運用したいっていう方に関しては Z70-180mm F2.8 のレンズの方がいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということで、今回は画質の比較ということで Z70-200mm F2.8S のレンズと Z70-180mm F2.8 のレンズのね画質の比較をさせていただきました。いかがだったでしょうか。せっかくねお借りできるタイミングで2本レンズがあったので、こんな形でさせていただいたんですけれども、僕的には非常に魅力的なレンズであるというふうに思っております。だって価格半分なんですもん。それでこれだけの写りしてくれて F2.8 まで開けられれば、もうなんかあんまり文句ないですよね。もうほんと望遠端で使うことがほとんどっていう人だとあれかもしれないんですけれども、望遠端ってそんな使わないよねっていう人であれば、約半額ぐらいでこの F2.8 のズームレンズを楽しむことができるわけですからね。非常に素晴らしい世界になりましたよね。はい。というわけでコメント返しのコーナーやっていきましょう。はい、まず1つ目のコメント、ジョージ SEO さんありがとうございます。そうですよね。重さには変えられないものが画質なんですけれども、そこら辺も本当に悩んでおりまして、64にも惹かれております。もう本当どうしよう。でも180、600mmも来るので、ちょっとこの辺も踏まえていろいろ本当に考えなきゃいけないですね。やっぱりでも最終的に64を持って、やっちゃったなっていうふうに思った人はめちゃめちゃ少ないのかななんていうふうにも思っていたりします。
次のコメント、飼育者チーオスくんさん、ありがとうございます。そう、実はね、マロちゃんのやばいところって、ファインダーで追ってないんですよ。液晶モニターで鳥追いかけながら撮ってたりするんで、いや、この子やばいなっていう風に僕はね、よく思ったりします。いや、でもね、ああやってミラーレスとかでも動画を取り出してみるとね、ほんと動画を撮るのが大変だなっていうのが、よりね、身に染みてわかるようになったかなという風に思いました。次のコメント、SA ちゃんさん、ありがとうございます。基本的に僕動画を撮るときって50分の1を目安に撮っている感じでございます。これが野鳥撮影において正しいのかどうかっていうのがわかんないんですけれども、基本は50分の1の開放で撮っていたのかなと思います。ちょっと飛んじゃう場合に関しては絞りをちょっと絞ったりとか、シャッタースピードをちょっと上げるっていう形をとっております。で、三脚セット使ってみるとめちゃめちゃ便利ですね。やっぱりその場で待ち構えるタイプの撮影に関しては三脚あると非常に便利かなと思いました。僕はね、あんまり待っていることができないので、そくそく歩いていきながら見つけた、歩いていきながら見つけたをね、やって楽しんでいる節があるので、これがね、このスタイルと合うかどうかっていうのはちょっとまた別の話なんですけれども、やっぱり三脚はあるとね、三脚がない時には撮れない絵っていうのは間違いなく撮れるので、非常にいいですよね。次のコメント、クタさん、ありがとうございます。そう、1200mm の世界の動画ってなんかまたね、味わったことのないところだったので、撮っていて非常に楽しかったですし、可愛い動物たちの可愛い仕草なんかがね、一挙一度足っていうのかな、全部見れたので、面白かったですよね。写真にはない本当に新しい世界でした。ドリのお出かけさん、ありがとうございます。そう、Z8、Z9 持ってるんだったら動画撮るのはかなりありですよね。やっぱり写真よりも動画の方が上がってるものって少ないじゃないですか、SNS 界隈って。もし SNS 界隈に上げるんであれば、それだけでも価値があるものかもしれないですしね。いろいろな使い方はあると思うんですけれども、ちょっといろいろね、これから試していきたいかなとも思っております。この間ね、マイクを忘れたんですけど、当然マイクつけなきゃいけないんですよね。やっぱり音とね、映像で楽しむっていうのが動画の世界なんで、次回やるときはその辺も結構気をつけながらね、やっていきたいかなと思っております。あとドットサイト欲しい。次のコメント、DJ エベル 250XCAS さん、ありがとうございます。いろいろね、すごく大切なことを書いていただいてありがとうございます。雲台のプレート部分は後ろに下げたらバッチリね、バランスを取ることができました。そしてカウンターバランスについてということで、いただいているんですけれども、カウンターバランスっていうものがバランスを取ってくれる機能だと思ってたんですけど、バランスを取る力を調節する機能っていうことなんですかね。基本的に、雲台は戻る力っていうのは働くんですけれども、それを調節する機能っていうのがついていないです。なので、デフォルトのね、戻る力っていうのを利用しながら取っていくという感じになるんじゃないでしょうか。いや、マジでね、本当にこれは突き詰めていくと、とことんハマっていってしまう沼がここにはもう一つ広がっていたなっていうふうに強く思います。次のコメント、イカルさん、ありがとうございます。テレコンですよね。テレコンについてはやっぱり元のレンズがいいのか悪いのかっていうところが結構大きなポイントになってきていて、個人的には100、400のレンズって結構オートフォーカスも写りもいいんで、1.4 のテレコンだったら全然ありじゃないのかなと思います。ただ当然オートフォーカスも遅くなりますし、画質も落ちるっていうのは当たり前の話なんですけれども、それ以上に辛いのが F 値。早朝とか夕方とかっていくとなかなか厳しい F 値になってくるところがあると思うので、その辺も踏まえながらね、ちょっと考えていただくといいんじゃないのかなと思います。今まで撮った写真で満足がいったものの F 値、明るさとかっていうのをこう見比べながらね、考えていくと、もしかしたらベストな答えにたどり着けるんじゃないのかなと思います。次のコメント、あいうさん、ありがとうございます。こちらについてはね、実は場所によって変わってくる、撮る状況によって変わってくるというのが答えでございます。ニコンだから黄色いっていうわけではなくて、ニコンがね、黄色が目立ってしまう場合が結構多いよっていう話です。で、ただこの黄色っていうのも健康色なわけであるので、派手に鮮やかに見せるっていう意味ではすごく大事な成分ですよね。
そういう意味で、ニコンにしかない写りを作るためには黄色成分が多く出ちゃうような場面もあるよということになると思います。気になる方はね、やっぱりレタッチをかけて色のバランスを整えてあげると、ニコンなんかはより映えやすいことが多いんじゃないのかなと思います。次のコメント、相良修二さん、ありがとうございます。そうですよね、最近のニコンラッシュ、本当にものすごいですよね。そしてついに発表されたのがこの 180-600mm のレンズということで、相良さんはご購入される予定ということでね、おめでとうございます。やっぱりね、冬はすごく増えるんじゃないのかなと思うんですよ。多分ね、Z8 とこのレンズの組み合わせがめちゃめちゃ野鳥を取りに行くと見れるようになるんじゃないのかなと思うので、そういう意味ではね、なんとなく楽しみであったりもすると思います。このレンズ本当に写りどんな感じなのかね、非常に楽しみですよね。はい。ということでね、本日のゆるほど以上にしたいと思います。皆様ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。それでは皆様良いカメラライフを。では。